こんばんは。はるけです。今回はゴラッソイベント解説になります。おそらくですね、3月の30日、フットバースデーが終わった後の今週末から開始されるんじゃないかと思います。こちらのイベントはですね、過去作にもなかった新イベントになってますね。ゴラッソっていうおそらくイベント名になるとは思うんですけれども、過去作にはなかった名前のイベントになってますね。リークによるとですね、現役の選手と合わせてヒーローとアイコンの強化もある、そんなイベントみたいですね。で、もちろんね、過去作にはなかったイベントになりますので、はっきりとした概要っていうのはわからないんですけれども、ただ過去作にですね、似通ったイベントが2つほどありましたので、今回そちらを紹介をして関連付けていければなと思います。まずですね、今作の最初ら辺の方に、このカードデザインはすでに搭載をされてました。レコードブレイカーという名前でデザインがね、すでに搭載をされてました。で、過去作にもね、レコードブレイカーっていうイベントがありましたので、そちらの解説と、あとはですね、アイコンとヒーローの強化と、先ほど話をしたと思うんですけれども、そちらのアイコンとヒーローの強化イベントっていうのは過去作にありましたんで、それトロフィータイタンっていう風なイベントがあったんで、今回そのレコードブレイカーとトロフィータイタンっていうイベントの2つを解説していきたいなと思います。まずはレコードブレイカーから、いきます。まずハイスの選手から見ていきます。こちらになってます。FIFA21 の、時ですね、ハイスの選手たち登場したのはこの時期で3年前、3作品前になりますね。当時ブラックフライデーの時期と、被っていたというか、ブラックフライデーとともにですね、登場をしていました。レコードブレイカーという風な名前とですね、掛け合わせて記録を破った選手が特殊カードとしてね、登場をしていましたね。ブラックフライデーの時期になりますので、10月とか11月ぐらいなんで、能力的にはね、そこまで強くはないんですけれども、バベだったりとか、サンチョだったりとかが登場をしていたという風なことになってますね。で、またですね、こっから新しく追加でファンダイクだったりとか、あとはドナルンマだったりとかも登場をしていて、共にね、ハイスト選手でブラックフライデーを盛り上げていたと。そういう風なイベントが3作品前にレコードブレイカーという名前で、登場を、してましたね。で、また SBC 選手に関しては、その翌年 FIFA22 でイニャキ・ウィリアムズが、登場をしてました。で、22に関しては、本当 SBC だけでこのレコードブレイカーのデザインが登場をしてました。ハイソン選手はもうなかったですね。このイニャキも、能力的にはそこまで強くはなくって、あんまり作ってる人はいなかったかなっていう風な感じです。覚えてる人もほぼいないんじゃないかっていうぐらいの、カードで登場をしました。で、またエドワールですね。この選手も登場をしてましたね。イニャキと多分そんなにすぐには来なくって、ちょっと時期が空いて、もうみんなが忘れた頃に、なんかレコードブレイカーのね、この選手が来たっていう風な、エドワールが来たっていう風な感じにはなりますね。なので、FIFA22 では本当この2名だけのレコードブレイカーのカードがあったという風な感じになってますね。そして続いてトロフィータイタンについてですね。こちらアイコンとヒーローの強化という風なイベントで、まずはハイ選手こちらになってますね。チーム1という風なことで、時期的にもですね、結構同じぐらいですね。4月の本当に多分6日とか上旬ぐらいに登場をしていまして、能力的にもすごく高く、なってますね。で、現役の選手、現役の強化カードっていうのはなかったので、本当にアイコンとヒーローの選手が強くなって出てきたっていう風な、そういうイベントになってます。なんで結構こっちの方が多分ゴラッソのイベントに、近い感じはしますね。時期的に考えても。で、やっぱり目玉ジダンだったりとか、あとはルシオ、ヤヤトゥーレ、なんかがですね、非常に値段高くって幻レベルのカードになってましたね。あとはデルピエロだったりとかトーレスなんかも強かったですし、カシージャスなんかも強化をされていたという風なこと。結構やっぱりロマン的なね、これらのね、レジェンド選手たちを知っている方々は結構盛り上がっていた、印象がありますね。またトロフィータイタンというね、名前の通りトロフィーを掲げているダイナミックイメージなんかも非常に印象的でしたね。そして続いてチーム2はこちらになってます。チ
チーム2は R9 ですね。ロナウドが強化をされて、こちらの幻のカードになってました。ほんと1500万とか、していたカードでしたし、あとはシャビなんかも強化をされ、ジェラード、ランパード、だったり、オーウェン、ビエラなんかもいたという風なことですね。あとはダルグリッシュなんかも非常に強かったですし、ブランもここで強化をされたという風なことになってますね。またヒーローではフォルランだったりとか、あとはコールなんかも強化をされまして、それぞれね、トロフィーを掲げているという風な感じになってます。非常にチーム2もですね、チーム1に負けないぐらいの強さがあった、そんな選手ばかりでしたし、目玉の選手も、それなりにいたという風な感じになってますね。そして続いて SBC で登場した選手紹介していきます。まずはですね、トロフィータイタンマルキージオですね。ヒーローのマルキージオがまさかの SBC で、登場をしましたね。能力、すごく高くなってまして、バランスがいい中盤の選手として強化を、されましたね。あとはダイナミックイメージ、すごくかっこよくなってトロフィーにキスしてるっていう風なイメージ。この写真もなかなかよくってそれこそマルキージオ好きな方には本当たまらない、そういう風なカードになってましたね。あとは普通に強かったですし、かなりなんかこう写真も込みで強さもあって作る価値は結構あったのかなと、いう風には思いますね。そして続いてはキーンですね。アイコン、トロフィータイタンアイコンのキーンが SBC で登場をしてました。能力的にもね、93までオーブヤル上がってまして、守備的な、ボランチの選手という風な感じになってますね。ペースもね、83まで、上がってまして、ドリブルちょっと重かったですけれども、まだ作っている方はね、おられたのかなという風に思いますね。今作ね、バースデーが来ましたけれども、同じようなね、時期ぐらいに SBC で、ね、登場していたという風なことになってますね。そして続いてですね、トロフィー型アイコンのラウールが、登場をしましたね。SBC での登場という風なことで、この人も結構需要が高かった、そんな選手になってますね。また逆足5かなになっていたと思いますね。44から45に変わっていたカードやったと思います。レースもね、高くてシュートうまいですし、フィジカルもね、ちょっと保険で持っていって、ペースとかドリブルもちょっと強化されたっていう風なラウールが、来ましたね。こういう人も非常に選手人気、高いですし、作っていた方はね、全然おられた、そんなカードになってますね。今だとね、ラウール、バースデーで、登場をしてますけれども、そちらのね、能力的には93ですけれども、ドリブルがね、高かったりとか、あとは55なんで、いかにちょっと今作のバースデーラウールが強いかっていうのがわかるなと思いますね。こちらが新ベッドゴラッソについての解説になります。過去作にもね、なかったイベントにはなるんですけれども、おそらくレコードブレイカーだったりとか、あとはトロフィータイタン、掛け合わせたような感じにもしかするとなるかもしれないんですね。これまで記録を破ってきた現役の選手だったりとか、ヒーロー、アイコンのね、レジェンド選手が強化されると、そういう風な感じにもしかするとなるかもしれないですね。非常にロマンあふれる、そんなイベントになるんじゃないかなと予想をしてます。少しでも参考になれば嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいの撮ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。